はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。Steam で2021年11月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。ただいま Steam ではハロウィンセールが開催されています。ホラー系作品を中心にいろんなゲームが割引されているので、ホラー系ゲームで気になっている作品がある方はチェックしてみてください。期間は11月の1日、日本時間で2日の午前2時までです。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。アンパッキング、2021年11月2日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1816人。整理整頓お片付けパズルゲーム。引っ越してきたばかりの新居に梱包された荷物を自由にお片付けしていく作品です。時間制限や目標もなく、ゲーム自体は非常にシンプル。段ボールから出てくる私物を配置できる箇所に置いていくだけ。配置するアイテムの場所が違っていたら赤く光って知らせてくれるので、置き場所を整理整頓して適切な場所に片付けていく。配置の自由度の高さもあり、本を端から背の高い順に並べたり、コップや食器を色別、種類別に並べたり、とにかく綺麗に整理整頓したい人は自分との勝負になりそうな感じです。体験版をプレイした時に浴室の荷物の中からフライパンが出てきたり、台所の荷物の中からパソコンのキーボードが出てきたりと持ち主の性格を伺わせる作品でした。アンパッキングは2021年11月2日リリース予定日本語対応の作品です。ダンチェ、2021年11月2日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は14,763人。ローグライク要素のあるベルトスクロールアクション。舞台は世界最大の熱帯雨林アマゾン。手書きの美しいアマゾンの世界を旅しながら巨大なボスを倒し、古代の魔術をマスターする。物語はペルーの民話を元に描かれており、5人のキャラクターから1人を選び、アマゾンの奥地を這いずるモンスターの群れをパンチやコンボ、魔法攻撃などで敵を倒し、神秘的なアマゾンの秘密を解き明かすといった内容です。操作キャラクターの1人は高評価なアクションゲーム、ハットインタイムのハットキットが登場します。最大3人までの協力プレイに対応。ポップな手書きのキャラが暴れ回るクラシックなベルトスクロールアクション。体験版もありますが、日本語には対応していませんでした。ダンチェは2021年11月2日リリース予定日本語対応の作品です。タイムローダー、2021年11月3日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1719人。タイムトラベルがテーマのパズルプラットフォーマー。主人公のアダムは子供の頃に木の上から落下して車椅子での生活を過ごしてきました。過去に起こった悲劇的な出来事を変えるために物理学、ロボット工学、人工知能を学び、ついに過去にタイムスリップできる電話レンジの開発に成功。落下事故の原因となった赤い車のおもちゃを破壊するために人工知能を搭載したアーム付きラジコンを過去に送り未来を変えるといった物語。ゲームは1995年から2020年の時間軸で展開し、それぞれの時代を彩った懐かしいアイテムがたくさん登場します。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。タイムローダーは2021年11月3日リリース予定日本語対応の作品です。スターサンド、2021年11月4日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は5990人。広大な砂漠の惑星で生き残るオープンワールドサバイバル。砂漠の広さは64平方キロメートル以上という広大なスケール。昼夜天候はダイナミックに変化し、得体の知れないモンスターも存在する一人称視点のサバイバルアドベンチャー。砂漠マラソンに参加した主人公が砂嵐に巻き込まれ、砂だらけの謎の惑星で生き残り、帰る方法を探すといった物語。砂漠にある少ない資源を確保し、クラフト、建築などを行い、生き延び自分の身に何が起きたのかや、滅びた文明の歴史などを解き明かしていきます。日中は乾きと灼熱の気温が、夜は寒さが最悪の敵として襲いかかる。逆境で生き延びる術を学び、賢く立ち回ることが必要不可欠。過酷な環境で生き残り、日常に戻る鍵を見つけ出すことはできるのでしょうか。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。
スターサンドは2021年11月4日リリース予定日本語対応の作品です。To the Rescue 2021年11月4日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は4190人。保護犬シェルター運営シミュレーション。日々施設にやってくる保護犬を一時的にかくまい、養いながら予算を管理し、引き取り手を探す仕事をこなしていく。保護された犬たちは好みや性格など様々な個性を持っているため、個性に合わせた餌やりやお掃除を行い、彼らの健康状態を保つ必要があります。シェルターは寄付と訪問者のお迎え料で運営されているので、訪問者の好みに合った犬を紹介し、引き取ってもらえる可能性を高めなければなりません。資金に余裕が出てきたら保護できる頭数を増やすために部屋を拡張したり、運動場を設置してあげましょう。しかし、資金難には注意しましょう。動物を守りたいという気持ちがいくら強くてもどうにもできない状態に陥ってしまい、保護された犬たちは最悪の結末に行き着くかもしれません。あまり縁のないアニマルシェルターの現状を垣間見ることができる作品。本作の販売による利益の 20% は実際のドッグシェルターに寄付されるということです。To the Rescue は2021年11月4日リリース予定日本語対応の作品です。Recipe for Disaster 2021年11月5日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2955人。人間関係にフォーカスを当てたレストラン経営シミュレーション。レストランのレイアウトやスタッフの雇用、レシピを開発して顧客の満足度を高めていく。基本的には一般的なレストラン経営シミュレーション。本作の特徴はスタッフのマネージメントにスポットを当てていること。スタッフにはそれぞれ個性があり、仕事の種類、作業の好み、そしてスタッフ同士の人間関係にまで気を配らないといけません。最も重要なのは顧客満足度。顧客の好みに合うようにメニューを調整し、食事制限、食物アレルギー、異常な好みなど幅広いお客様の思考に合わせる必要があります。トレーラーを見た感じではかなりはちゃめちゃなのでコミカル寄りな作品かもしれませんね。レシピフォーディザスターは2021年11月5日リリース予定日本語対応の作品です。Where Cars Fall2021年11月5日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2955人。カードで家を作って思春期の思い出を振り返るパズルアドベンチャー。2019年に Apple アーケード専用タイトルとしてリリースされ、Apple デザインアワード2020を受賞したビジュアル性やゲーム性、世界観が魅力の作品です。ゲーム内容はシンプルで足場となるカードを配置して広げたり畳んだりしながら主人公をゴール地点まで導くこと。少年時代からその先までの悩み大きい年月を彩るどこか懐かしくも切ないシーンの数々はセリフやナレーションがほとんどなく風景と登場人物の動きで物語られプレイヤーの想像力が世界観を広げます。Where Cars Fall は2021年11月5日リリース予定日本語対応の作品です。Let's Build a Zoo 2021年11月6日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は3784人。DNA を組み合わせて新種を生み出せる動物園運営シム。基本的には一般的な動物園運営シムと同じで何もない土地に建築や装飾を施し動物の購入や繁殖などを行ってやってくる入場者が満足する動物園を作っていく。本作の最大の特徴は動物の DNA を組み合わせて新種の動物を生み出すことができる。その数はなんと30万種類以上。組み合わせ次第ではとんでもない動物が誕生したり、ファンタジー世界の動物や神話上の動物なども作れるかもしれませんね。動物園の運営が楽しめるだけではなく、新種の動物も作れる動物園運営シム、Let's Build a Zoo は2021年11月6日リリース予定、日本語対応の作品です。ジェラシックワールドエボリューション2。2021年11月9日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は3611人。価格は6290円。名作映画を元にした恐竜パーク運営シム。本作は映画ジェラシックワールド炎の王国の出来事に続く物語が展開していきます。
物語はユアン・マルコム博士やクレア・デアリングなど映画の主要なキャラクターたちと共に進行します。プレイヤーは恐竜パークの責任者となり、拡張された深い森や砂漠といったロケーションで恐竜たちの保護やテーマパークの運営を行っていく。前作よりもグラフィックが向上し、よりリアルに再現された恐竜は翼竜と海生爬虫類を含めた75種類を超える古代種が登場。新要素のカオス理論モードでは映画シリーズ5作全ての時代と場所に基づくステージを舞台に映画から分岐したイフシナリオを体験でき、誰にも予想のつかない展開が待ち受ける新たなジェラシックワールドの世界を楽しむことができます。ジェラシックワールドエボリューション2は2021年11月9日リリース予定日本語対応の作品です。ブライトメモリーインフィニット2021年11月12日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は 15,283 人。価格は1980円。独学でゲーム制作を学んだ中国の開発者が一人で作り上げたことで話題となったハイクオリティ FPS。前作のブライトメモリーからアクションやプレイ感覚はそのままに、銃、剣、特殊能力やグラップリング、電磁パルスを組み合わせて繰り広げられるスピーディーかつスタイリッシュなアクションが魅力。舞台となるのは2036年。世界各地の空に原因不明の異変が発生し、超自然科学研究機構 SRO は異変を調べるために調査員を派遣する。プレイヤーは SRO に所属する女性隊員シアとなって異変の裏に隠された世界の存亡に関わる謎と知らざれる歴史に迫るといった内容。前作であるブライトメモリーを11月12日までに購入すると、本作ブライトメモリーインフィニットを無料で入手することができます。前作は980円なので、11月12日までならこちらがお得です。ブライトメモリーインフィニットは2021年11月12日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。コンウェイ、ディサピアレンス・アット・ダリアビュー。2021年11月2日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は1498人。車椅子の元刑事が少女失踪事件に挑むアドベンチャー。舞台は1950年代のイングランド。8歳の少女シャーロット・ウェイがダリアビューから行方不明となった。それを知った引退した刑事ロバート・コンウェイはその背後に隠された真実を探るべく独自に調査を開始する。車椅子に座った老いた元刑事ロバート・コンウェイを捜査してダリアビューの住人たちを観察して手がかりを見つけ、容疑者をプロファイリングし新たな糸口を掴んでいく。アパートの窓から見える近隣住人たちの行動はリアルタイムで進行し、怪しげな行動はカメラに収めて監視していきます。行方不明となった我が子のチラシを作る父親、言い争う夫婦、乱暴にドアを叩く男性など怪しげな行動をとる住人たち。ダリアビューに眠る闇に包まれた想像もつかない真実が待つストーリー重視の探索型スリラー。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。コンウェイ・ディスピアレンス・アット・ダリアビューは2021年11月2日リリース予定日本語未対応の作品です。ジャイアント・アップライジング2021年11月2日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は3821人。奴隷となった巨人が人間への復讐を誓う。プレイヤーは奴隷生活から逃亡した巨人となって共に逃げ出した人間の囚人と共に巨人族の自由を取り戻すために戦っていくうちに奴隷となった同族に何が起こったのかを知ることになります。障害となるものは全て破壊する。復讐心に燃える巨人の恐ろしさを人間たちに肌で感じさせましょう。機敏な動作はできないものの破壊力のあるパンチで建物を粉砕したり、杭のような木材を投擲し塔を破壊したりと巨人ならではの豪快なアクションが印象的です。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ジャイアントアップライジングは2021年11月2日リリース予定日本語未対応の作品です。プリズンシミュレーター2021年11月4日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は 15,330 人。刑務所の刑務官となる体験シミュレーター。刑務所の刑務官としての生活を送り、無法者たちが溢れる所内に平和と秩序をもたらすのが目的です。
しかし、模範的な刑務官を演じる傍ら、囚人に便宜を図り、友好的な関係を築き、私腹を肥やすといったプレイも可能です。また、刑務所の職員や囚人、どちらともに良好な関係を築き、美味しいところを持っていくバランスプレイもできるみたいです。プリズンシミュレーターは2021年11月4日リリース予定、日本語未対応作品です。ブレイクウォーターズ。2021年11月11日リリース予定、日本語未対応作品です。フォロワー数は 15,283 人。自動生成された島々が広がる360平方キロメートルにも及ぶオープンワールドを舞台にサバイバルを繰り広げるアクションアドベンチャー。本作の特徴は水を操ることができる流体表現、クリスタルと呼ばれるアイテムを使って海を割ることができたり、建築要素を駆使すれば谷を湖に変えたり、低地に洪水を起こしたりすることもできます。物語は海底に眠っていた古代文明の兵器であるタイタンが目を覚まし、この世界を破壊し始めます。主人公は世界に散らばる不思議なクリスタルを集め、その能力を使いタイタンと戦っていくといった内容。ランダムに生成される島々を巡り、ユニークなバイオームで満たされた360平米にも及ぶ広大な世界を探索する。ブレイクウォーターズは2021年11月11日リリース予定、日本語未対応作品です。はい、今回は Steam で2021年11月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。個人的には体験版も面白かったスターサンドが気になります。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームやセール情報など簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。明日も皆様良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。